ハロー YouTube。はい、ということでですね、今日もですね、ちょっと小話を一つね、やっていこうと思うんですけども、私が最近気づいたことということでね、ちょっとね、お話しさせていただこうかなと思っています。まずね、私、メトロノームを、もうほんま、練習の時絶対使ってみたいなことで、ね、結構前から言ってると思うんですけれども、ちょっとね、こういう使い方してる人、一定数おるなっていうことで、これちょっとね、やっぱちゃうかなということでね、ちょっとそのことについてちょっとお話しさせていただこうかなと思っているんですけれども、メトロノームの使い方なんですけれどもね、なんかね、びっくりしたんが、こう、メトロノーム、これメトロノームありますね。メトロノームを見ながら吹いてる人いるんですよ。で、なんか全然リズム合わないんですとか言って、確かにこう吹いてもらったら合わないんですよ。で、ちょっとすごい衝撃的な質問をされたんですけども、この、なんていうんですか、こう、針あるじゃないですか。これね、こう動いてると思うんですけど、こういう感じで、ダッ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 ってやってるんですけど、針が真ん中に来た時になるのか、端に来た時にカッカってなるのか、どこでなるんですかって聞かれたんですよね。そんなん知らんっていうことでね、それはね、なんていうんですか、見てやってる証拠じゃないですか。私見たことなかったんで、メトロノームを見て練習してきたことが、これまでなかったんで、確かに最近ちょっと音楽の練習しようと思った時に、私の動画見て、メトロノームほんまマジで使ってみたいなことを言ってたら、そうなんかなと思うかもしれないし、で、使ってみるっていう、あんだけ大事に言ってたから、使わなあかんねんなと思って、なんていうの、真面目さがゆえに見てしまうのか、ちょっと何なのかはわからないんですけれども、とにかく、メトロノームを見て合わしてる人、だから、ドレミファみたいなことですかね。なってる人がいて、これは合わないんですって言うんですけど、これはね、合わないです。絶対合わないです。これはね、リズム、なんていうんですか、リズムを意識するっていうよりは、動体視力みたいな感じじゃないですか。こう、なんかわかんないですけど、もうね、スポーツやってる人とかは、こう球がこうゆっくりに見えるみたいな、なんかそういう噂はちょっと聞いたことあるんですけど、スポーツやるんでから全然知らないんですけど、なんかもうそんな感じじゃないですか。じゃあもう60とかやったらいいけど、200とかになったらもうこんなんなるじゃないですか。もうそれはね、難しすぎるっていうことでね、ちょっとそれはね、違うかな。だって楽譜見て、メトロノームの針を見て、もうめっちゃ目疲れるじゃないですか。なんか、楽譜見て、みたいなると思うんで、しかもね、こう、針こう動くってなったら、真ん中か、端でなるかって、それもメトロノームの種類によるじゃないですか。メーカーとか。で、こういうパターンのメトロノームもあるけど、ポッポッポッポっていうメトロノームのパターンもあるし、ちょっとこれは、ね、ちょっとそこまで私情報ないんで、ちょっとわからないですけど。でね、そのメトロノームを、見て練習した人は、ちょっとミントやってみてください。こうやってね。これでリズム乗るんですよ。で、こう、乗った上で、こういうことができるわけですよね。だから、ちょっと頑張ってみてください。なかなか、なんか、リズムちゃんと取れへんなって思う人とか、意外とメトロノーム見てないですか？どうですかね？これでもね、最初そういう方に出会った時は、この人が変わってるんだなって私は思ったんだけど、でもなんかそれから何回かそういう人に何人か会ったりするんですよね。それが、だから少なくはないから、そう。だから多分ね、私と直接会ったことない人でも、メトロノーム見て練習してる人いてると思うんですよ。
でメトロノーム見ないで練習するってめっちゃむずいやんって思うかもしれないけど、多分見ないでやった方が簡単やと思うんですよね。だからちょっとね試してみてほしいです。ということで今日はちょっとそんな感じの動画でございました。ご視聴いただきましてありがとうございました。スーチャンネルでございました。ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくね。